皆さんこんにちは。プチオタ独身男のマッツンです。アジサイといえば鎌倉。そのアジサイの見頃の時期がもうすぐやってくるというわけで、今回は北鎌倉駅周辺のアジサイの名所と言われている観光スポットを巡っていきたいと思います。残念ながらこの動画ではアジサイが咲いている姿をお見せすることはできないんですけど、今年は鎌倉にアジサイを見に行くぞって方の少しでも参考になったら嬉しいです。それでは北鎌倉の雰囲気を一緒に楽しみましょう。まず最初にやってきた場所は円覚寺です。円覚寺は1282年に開かれた鎌倉五山第2位の格式の高いお寺で、北鎌倉では建長寺に並ぶ観光スポットと言われています。6月上旬から下旬にかけてアジサイを鑑賞することができるので、境内の見どころを巡っていきたいと思います。北鎌倉駅の改札口を出ていきましょう。北鎌倉に来たらいつも思うんですけど、降りるお客さんの数に対してこの無人駅のような改札は謎ですよね。それはともかく、まずは線路沿いを歩いていきましょう。北鎌倉駅から徒歩1分で円覚寺に到着しました。円覚寺は北条時宗がモンゴル帝国との侵略戦争の時に戦没者を供養するために1282年に開かれたお寺です。境内の敷地はかなり広いので、動画の尺が少し長くなってしまうかもしれないんですけど、見どころポイントを中心に紹介していきたいと思います。まずは目の前に見える総門。門の上には瑞禄山の額が掲げられているんですけど、これはめでたい鹿のお山という意味らしいですね。門をくぐり抜けると入り口があったので拝観券を購入してきました。目の前にはもみじや桜などの花が植えられているので、本当に春夏秋冬お花の鑑賞が楽しめそうですよね。そして階段の奥に見えるのが円覚寺のシンボル、山門です。この山門は三解脱を象徴しているそうですね。1783年に再建された門なんですけど、なんと夏目漱石の門の舞台になった場所だそうです。これぞ夏目漱石の聖地巡礼。めちゃくちゃでかくないですか？カメラを超広角レンズにしないと1枚に収まりきらなかったですからね。ちなみにこの山門の周辺にアジサイがちらほら植えられているので、見頃の時期は山門とのコラボレーションが美しいんだとか。山門の柱には模様が施されていておしゃれだし、天井もしっかりしてますよね。この木製の建物が古びた感じが歴史を感じられて最高ですわ。奥まで歩いていこうと思うんですけど、今回はアジサイの様子は紹介できないんですけど、代わりに桜が咲いている様子は紹介できますよ。ほらあれ、綺麗ですね。まあほぼ散りかけてるけど。山門から歩いてくると目の前に仏殿が見えてきます。この仏殿には頭部のみ鎌倉時代から残っていると言われている宝冠釈迦如来が安置されています。そして左手には白神の木、目の前には灯籠が置いてありますね。灯籠に刻まれている家紋、これは北条家の家紋で、境内の至る所に置かれていました。鎌倉時代といったら源家と北条家が執権を握っていたから、その当時のゆかりの地の雰囲気を楽しめて最高ですね。仏殿の中で参拝したんですけど、宝冠如来像がすごい立派だったので、円覚寺に来たら皆さんもぜひ仏殿の中で参拝してみてください。今私は仏殿から本堂につながっている参道を歩いているんですけど、この道はアジサイの見どころポイントでもあります。本当は参道の右手にアジサイがたくさん植えられているそうなんですけど、なぜか工事中ですね。今年はもしかしたら工事中で、この参道でアジサイの様子をうまく見ることができないかもしれないですね。気を取り直して参道を抜けて次に向かっていく場所は円覚寺の本堂こと北条です。目の前に見えるのは北条の正門こと唐門です。この唐門は1839年に創建され、屋根の形が弓をよこしたような形をした唐破風が特徴的です。唐門を抜けて北条に向かいたいところなんですけど、一般客は門を抜けることができないので、おとなしく右にある門から中に入るようにしましょう。こっちの門はなんとも現代的で逆に落ち着きますよね。そして門を抜けると見えてくるのが北条です。
この北条は室内が一般公開されてて、釈迦牟尼世尊像や回廊を拝観することができるらしいんですけど、なぜか私が行った時は閉館中だったんですよね。悲しみ。北条の目の前には百観音霊場もあるので紹介しておきます。百観音は江戸時代に節操尊者が100体の観音像を祀ったことが起源と言われていて、現在は33体の観音像が並んでいます。右も左も観音様。少し不思議な気分になるので、この道を歩いてみる価値はあると思いますよ。ちなみに北条の建物の反対側は日本庭園になっています。北条に入ることができたら、あの縁側に座ってのんびり過ごすことができそうですよね。俺も縁側でお昼寝がしたかったぜっつって。さらに北条から少し奥に行くと、次の見どころポイントである妙高池があります。この池はなんと創建当時から存在するんですよ。1335年の境内絵図にはすでに描かれたっていうんだから驚きですよね。この池は地層が虎模様に見える虎水岩が特徴的です。確かに言われてみると虎に見えるような見えないような、美しいですね。今度は国宝舎利殿の表札があったので行ってみましょう。ネットの文献によると鎌倉唯一の国宝建造物と紹介されていたんですけど、本当なんですかね。鎌倉にはたくさんの国宝建造物がありそうな気はするんですけど、あの奥の建物が舎利殿です。残念ながら一般公開はされていないんですけど、殿内には仏化舎利というお釈迦様の歯が祀られているそうです。おー、門平が美しい道ですね。この道もアジサイの見どころポイントとなっています。この右手に見える植物がアジサイなので、見頃の時期に来ると昔ながらの雰囲気も相まって美しい景観が楽しめそうですよね。この門平の中には円覚寺を開山した北条時宗が祀られている仏日庵があります。中に入ろうかなって思ったんですけど、別料金がかかるということだったので入るのをしぶしぶ断念しました。だって別料金で100円もするんですよ。その代わりに外観の雰囲気をしっかりと堪能してきました。さらに奥に歩いてくると円覚寺の一番奥にあたる大梅院があります。で、目の前には何という名前か存じ上げないけど、紫色のお花が美しい。この場所も円覚寺の中ではアジサイの見どころポイントとして有名だそうです。じゃあ一番奥まで来たことだし、せっかくなので中に入ってみましょう。おー、すごい緑が生い茂ってる自然豊かな場所ですね。目の前に見えるもみじも大きいし、秋になると美しい紅葉を拝むことができるんだろうな。ちなみに大梅院は無双書籍の当初で、れっきとした歴史的観光スポットの一つとなっています。最後に見どころの一つである国宝大鐘を見に行きましょうか。右手には小さな梵鐘が置いてあるんですけど、これは大鐘を小さくしたものってことですかね。どんだけ大きいんだよって、もうロマンしかありませんね。この白いお花も美しいですね。これは何という名前のお花なんでしょうか。というわけで大鐘が置いてある弁財天の鳥居の前にやってきました。雰囲気があってパワーがもらえそうな場所ですね。そんなことより見てくださいよ、この階段。これ絶対にきついでしょう。まあいい動画を撮影するため YouTuber の意地を見せてやりますよ。というわけで頂上に到着しました。正直マジで疲れましたね。次の日に太ももが筋肉痛になったってことは内緒にしとくか。この弁財天は北条貞時が大鐘と一緒に建立したと言われています。そして社殿の後ろに大鐘があるじゃないですか。でかっ。それもそのはず。この梵鐘は高さ約 2.6 メートル、口径約 1.4 メートルもある関東で一番大きな梵鐘です。1301年に作られた梵鐘なんですけど、あまりにも大きすぎて作るのに2回も失敗したらしいですからね。ここまで来るのは大変だったけど、こんなに立派な梵鐘を見ることができるなら来る価値はありますよね。じゃあ階段を降りましょうか。もう足パンパンだけど。すごい広々としたお寺でゆったりと参拝することができました。
境内の中にはいろいろな種類のお花が咲いていたので癒されましたね。こりゃアジサイの見頃の時期に来たらやばいんだろうな。北鎌倉駅からも徒歩1分で行くことができるので、ぜひ足を運んでみてください。次にやってきた場所は明月院です。鎌倉でアジサイの名所といったら、このお寺の名前が真っ先に思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。境内にはなんとアジサイが2500株以上も植えられてるらしいんですよ。さすがはアジサイ寺なんて言われてるだけはありますよね。それだけではなくて、境内には歴史的な見どころもたくさんあるので、早速中に入っていきましょう。明月院は円覚寺から徒歩10分で行くことができます。ちなみに先ほどの明月院の表札があった場所から5分は歩くので覚悟してください。といっても緑が豊かで小川原のせせらぎが気持ちいいので、お散歩をしているだけでも癒される道なんですけどね。というわけで明月院の入り口に到着しました。早速右手にはアジサイだらけですね。これがアジサイ寺の本領発揮ってやつか。拝観券を購入したので明月院について簡単に紹介しておきます。明月院は1159年に平治の乱で戦死した山内利道を供養するために創建されたお寺です。その後鎌倉時代に北条時頼がこの地に西明寺を建立したんですけど、明治初期の頃に廃寺となって今は明月院だけが残っています。そして明月院のシンボルといったらやっぱりこの参道ですよね。この参道は青色の姫アジサイで一面が埋め尽くされることから明月院ブルーなんて名称もあるくらいですからね。私も数年前に来たことがあるんですけど、本当に一面がアジサイだらけでマジで圧巻の光景だったことを今でも思い出します。しかも地味に階段になってるから写真撮影もしやすいっていうね。アジサイが目的なら絶対に外せない場所ですよね。アジサイの参道を抜けてくると明月院の本堂である北条があります。こちらもまた立派な建物で歴史を感じられる佇まいをしてて最高ですな。北条の前に枯山水庭園も小さいながらも美しい。でも明月院の本堂といえばやっぱり悟りの窓が有名ですよね。縁側に置いてある器は謎ですけど、本堂の中を眺めるとこの景観美しすぎる。これぞ和の結集。秋になると窓の奥に見える木々が紅葉してさらなる絶景を楽しめるとか、あまりにも美しすぎてずっと見ていたかったくらいなんですけど、このように後ろがかなり詰まっておりまして、写真を撮ってすぐに撤退しました。これぞ和の精神。そのついでと言ってはなんですけど、本堂の隣に置いてあった六地蔵を撮影しておきました。じゃあ明月院の他の見どころも巡ってみましょうか。まずは開山堂です。かやぶき屋根の建物がいい味を出してますよね。開山堂は1380年頃に明月院境内の中に建立されていた宗友堂が後に開山堂と呼ばれるようになったそうです。建物の中には明月庵を開山した密室守護の木像などが安置されているそうですよ。開山堂の隣には鶴瓶の井があります。こちらも明月院の見どころの一つとなっています。どうやら鎌倉十世の一つで現在でも使える貴重な井戸となっているそうです。まあ井戸から汲み上げた水は飲みたくないですけどね。その隣には平泉の金色堂張りに厳重に守られているお墓があったんですけど、一体誰のお墓なんだろうか。本堂の左側には櫓がありました。鎌倉に来たら横に穴を掘った中にあるお墓を一度は見ないと始まらないですからね。そしてこちらが山内利道を供養するための櫓なんですけど、めちゃくちゃ大きいな。この櫓は鎌倉最大規模の櫓で、間口7メートル、奥行き6メートル、高さ3メートルの広さもあるんだとか。お地蔵さんがお花を持ってて可愛らしいですね。アジサイの時期になったらアジサイを持ったお地蔵さんを見ることができるらしいので、記念撮影ポイントですよね。じゃあ道なりに歩いて入り口の方に向かっていこうと思うんですけど、道の両側はマジでアジサイまみれでやばいですね。ただアジサイだけではなくて、春の季節でもこのようにしだれ桜とか紫色のお花の美しいコントラストを楽しむことができます。最高かよ。こちらの木の橋も明月院の中では有名ですよね。
ここにもアジサイがあるので、写真映えすることはもちろん、入り口周辺の全体像を見渡すことができるから気持ちいいですわ。木の橋を下ってくると、鎌倉幕府第5代執権の北条時頼を祀っている廟所があります。明月院の前身である西明寺を作った人なので、しっかりと参拝しておきましょう。その隣にはお茶菓子などを食べることができる月勝軒があります。和風ながらもモダンな雰囲気でリラックスできそうな空間だったので、参拝が終わったらここで一休憩するのもありですね。ついでに先ほどの廟所の奥まで行くと、北条時頼のお墓もありました。俺以外誰も来てなくて寂しそうだったので、明月院に来た時は時頼さんをいたわってあげてください。最後に入り口のすぐ隣にある月の広場を紹介しておきます。後ろに見えるおしゃれな建物は何だと思いますか？正解はトイレなんですよ。トイレに向かうまでの道でもアジサイが楽しめちゃうっていうね。しかも明月院のアジサイは 90% 以上は青色の姫アジサイなんですけど、月の広場には姫アジサイ以外のアジサイが咲いているそうです。そしてお花を見ているうちに気づいたら勝手にトイレにインできるっていう最高のモデルコースですね。境内の3分の2以上はアジサイで埋め尽くされてるんじゃないかってぐらいアジサイで溢れんばかりでしたね。さすがはアジサイ寺だわっつって、アジサイ以外にも悟りの窓みたいに日本特有の美しい景観を楽しむことができて癒される場所でした。アジサイの見頃の時期は絶対に外せない場所ですよね。ただ朝8時前から行列ができるそうなので、来られる方は時間に余裕を持って来た方がいいと思います。次にやってきた場所は上智寺です。上智寺は北鎌倉の中では比較的に小規模なアジサイの名所なんですけれども、その分人が少ないところで鑑賞することができるお寺として人気があるそうです。このお寺でも鎌倉時代特有の歴史的な雰囲気を味わうことができるそうなので、早速境内の見どころを巡っていきたいと思います。上智寺は明月院から徒歩約6分で行くことができます。早速歴史漂う景観が見えてきましたね。美しいというよりはただただ歴史を感じられる場所ですな。本当この階段や石垣の傷んだ感じ、一体何年前のものなんだろうか。苔むしってるし、あまり手を施されていない感じが逆に風情があってたまりませんね。門をくぐり抜けてくると境内に続く階段があるんですけど、これもまた傷みに傷みまくってる階段でたまりません。ちなみにこの階段の両脇にアジサイが植えられているので、見頃の時期に来たら風情のある階段とのコラボレーションが美しそうですよね。ただこの階段は本当にデコボコしていて歩きにくかったので、鑑賞中は転ばないように気をつけてください。階段を上りきると配管券売り場があったので、配管券を購入していきたいと思います。配管券とは別に境内マップが20円で売られていたんですけど、見どころが分かりやすく紹介されているので一緒に購入することをお勧めします。入り口に入ってまず最初に見えてくるのがこちらの鐘楼門。鎌倉では珍しい唐用の鐘楼門なんですけど、この建物の上層には1679年に鋳造した紋章がかかっているそうです。直接目で見ることはできないんですけどね。そして境内に入ってくるとまず最初に見えてくるのが本堂である権化殿です。この建物の中には室町時代に作られたというご本尊である過去、現在、未来を象徴する懺悔仏が安置されているそうです。本堂の横の道を抜けてくると上智寺で一番のビュースポットがあるので、しっかりとチェックしてください。他の観光客の方もみんな写真撮影していたので、俺も負けじと動画を撮影してきましたよ。かやぶき屋根の書院と庭園のコラボレーションが美しい。まさにジブリに出てきそうな風景に癒されるわ。さらに奥に歩いていこうと思うんですけど、境内のところどころにアジサイが植えられているので、見頃の時期はしっかり鑑賞を楽しめそうですね。さらには竹林の道まであるので、日本特有の風景まで楽しめちゃいます。もう本当に様々な風景を楽しむことができる場所ですよね。この竹で作られている置物も周囲の竹に溶け込んでておしゃれなんですけど、これは一体何なんだろうか。くそ、境内マップの見どころには書いてなかったぜ。竹
竹林の道を抜けてくると、ここにもありました。鎌倉名物の櫓ですね。ちなみにこの場所は至る所が段差になっていて、何度もつまずいたので、この動画を撮影するのに3回も撮り直しましたよ。そんな裏話はどうでもよくて、このお寺にも井戸が置いてありますね。レンガ基調の井戸なんだけど、明治大正時代に作られたものなのかな、知らんけど。実は上智の入り口に甘露の井という鎌倉実世の一つがあったらしいんですけど、完全に見逃してましたね。すいません。それはともかく、奥まで行くとでかい櫓やお墓があって、少し薄気味悪い雰囲気がありました。櫓の前に置いてある壺がいい感じに不気味なオーラを出しちゃってますよね。切り通しの道を歩いてくると、何やら怪しげなトンネルがあるじゃないですか。布袋様はトンネル先の洞窟です。文字が消えかかっている表札。薄暗くて小さなトンネル。冒険感があってワクワクしてきましたね。じゃあ、上智寺の見どころの一つである布袋様を目指してトンネルをくぐり抜けていきましょう。トンネルを抜けると森と墓地しかなかったんですけど、この奥に布袋様がいるっぽいので、奥まで歩いてみたいと思います。そして布袋様のお出ましです。櫓の中に安置されているのも鎌倉らしくていいですよね。なんというか、癖のある顔と体型をしていますね。すんごい和やかな顔をしているので、ずっと眺めていると元気がもらえそうです。こちらの布袋様のお腹を触ると、なんと元気がもらえるそうなんですよ。もうみんなに触られすぎてお腹だけ黒ずんでますからね。これぞ腹黒っつって、私も元気をもらうためにこの布袋様のお腹をたっぷりと触っておきたいと思います。なんかすごい本当に元気が湧いてきた気がするので、ぜひ皆さんも触ってみてください。最後に先ほどのフォトスポットから見えていた書院の紹介です。この建物は1924年に建てられたもので、御朱印を集めている人はここでもらうことができます。紫陽花鑑賞として来るなら、ぶっちゃけわざわざ来る必要ないかなっていうのが本音なんですけど、普通の観光として来るなら、日本特有の美しい景観を楽しむことができるし、来る価値ありますね。しかも布袋様から元気をもらうこともできるから、まさに一石二鳥の場所だなっていうふうに思いました。今回最後にやってきた場所は東慶寺です。東慶寺はなんとミシュラングリーンガイドで報国寺と並ぶ鎌倉で2カ所しかないミシュラン3つ星を獲得しているお寺なんですよ。1年を通じてさまざまなお花を楽しめることから、花の寺なんて呼ばれているそうです。当然6月頃には紫陽花を鑑賞できる観光スポットなので、境内の見どころを巡ってみましょう。東慶寺は上智寺から約徒歩3分で行くことができます。東慶寺は1285年に拡散指導二が北条時宗を供養するために創建されたお寺です。でもそんなことより、さっき恐怖に襲われたので、その時の様子をちょっと見てくださいよ。1年を通じてさまざまなお花を楽しめることから、花の寺なんて呼ばれている。まさか4月中旬にオオスズメバチに襲われるとは思いませんでしたよ。しかもあいつ絶対俺のことをターゲットにしてましたからね。すいません。境内寺の紹介の続きなんですけど、昔は駆け込み寺として有名だったらしいですね。今はその役目を終えているので、縁切りとしてのご利益はないそうです。境内寺の紫陽花の見どころポイントとしては、まずはこの階段です。この階段には色とりどりの紫陽花が咲くそうですね。あとは境内でも紫陽花鑑賞が楽しめるんですけど、境内はカメラを含めた撮影機材の使用が禁止されていたので、今回は山門までの紹介とさせていただきます。すいません。階段の上からは円覚寺の姿を眺めることもできます。今の季節は桜の風景が美しいんですけど、四季によって様々な姿を楽しめそうですよね。さすがは花の寺なだけはありますね。花の寺と呼ばれるだけあって、境内の中にも結構紫陽花が植えられてましたね。もうそれに参道もしっかりと整備されていて歩きやすかったし、あとは小さい大仏とかがいて、プチ鎌倉観光気分を味わうことができる場所だったので、ぜひ足を運んでみてください。
最後に北鎌倉でランチを食べに行きたいと思います。鎌倉の名物って鳩サブレぐらいしか思い浮かばなかったんですけど、北鎌倉には隠れ家的なおしゃれな飲食店がたくさんあるので、いろいろ散策してみると面白いかもしれませんね。今回私は食べログで星 3.4 を獲得していたマミヤナカフェさんにお邪魔しました。店内にはアンティーク家具がたくさん置かれていて、とても雰囲気の良いお店でした。今回私はビタパンサンドを注文したんですけど、このお店の人気メニューはビーフシチューらしいですね。はい、とにかく野菜の量が半端ないですね。鎌倉といえば鎌倉野菜も有名ですからね。それじゃあいただきます。うまい。全体的に味付けはかなり濃いですね。その分野菜がたくさん入っているので、味の濃さを緩和してくれて絶妙なバランスの味付けです。おしゃれな空間でおしゃれな料理、観光した後のひとときに最高のお店ですね。というわけで、北鎌倉のアジサイが有名な観光スポット紹介は以上となります。今回巡った4つのお寺はどの場所も北鎌倉駅から徒歩10分圏内にある場所なので、全部4つ回ったとしても余裕で半日で回りきることができると思います。一つの場所でアジサイを楽しむもよし、いろいろな場所でいろいろな姿のアジサイを楽しむもよし、鎌倉で歴史的な雰囲気を楽しむもよし、いろいろな楽しみ方ができる場所だと思うので、6月になったらアジサイを見にぜひ北鎌倉に足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。